切れ味で料理の美味しさが変わります。料理の美味しさというのは包丁の切れ味で作られてるんですよ。食材を切る。日本料理では切り方によって味が変わるとも言われています。下京区にお店を構える包丁店、食道具竹上。店内にはおよそ30種類ほどの和包丁、洋包丁が並びます。竹上の店主であり、包丁コーディネーターの広瀬浩二さんが今回の主人公です。包丁コーディネーターとは、包丁をただ販売させていただくだけでなくて、すべての方に対してどんな包丁が良いかということをコーディネートしたりするという仕事が一つと。それから調整をしたり、研いだりという技術的なこと。そして日本には素晴らしい日本独自の包丁文化がありますので、伝えることが一番大きな目的となってきます。和包丁の特徴は種類の多さ。魚をさばく出刃包丁に、身を薄く切る柳刃包丁、野菜用の薄刃包丁など、食材によって包丁を使い分けるのは日本独特の文化です。江戸の中期ぐらいにはもう今の包丁文化が全部確立しております。日本以外の国はほぼ1丁か2丁ぐらいでお料理をされますけれども、和食は食材の味を守るというのが和食ですから、刃先が非常に繊細です。片刃で。よって食材に抵抗少なく入って、食材に負担が少なく素材が生きるというのが日本の料理です。包丁コーディネーターの大切な仕事の一つがヒアリングとアドバイスです。使われる方がどんな食材をどんな場面でどんなスペースでどれぐらいのキャリアの方が包丁を使われるのかということをお聞きすることがまず一つ。それから選び方とすれば姿形。次はバランスが良いかということが二つ目。三つ目は刃先の繊細さということが決め手となりますね。包丁は皆さん刃先の繊細さばかりを問われるけれども、繊細さと同じ大事なポイントがこの持った時のバランスなんですよ。で軽すぎても力ばっかりいるし、重すぎても疲れるし。もう全然違いますね。やっぱり頼んでもらった包丁の切れが全然違うんですよ。もう全然よう切れますよ。めちゃ切れます。で若い子に広瀬さんがその包丁をコーディネートしてくれて、広瀬さんの包丁に惚れて一生懸命料理してますよ。注文を受けると包丁の形状を直し、より切れる状態に研ぐ本刃付けを行います。まず柄に対して刃がまっすぐになるよう歪みを直します。そうすることで刃先をきれいに研ぐことができ、完成後も食材をまっすぐに切ることができます。次に電動の砥石で刃の形と厚みを整えます。最後に刃先を研ぎます。使う砥石は3種類。徐々に粒子の細かい砥石に変え仕上げます。仕上げまでは人工的に作った人造砥石で中仕上げまでは行って、最終の仕上げは京都産の天然砥石で合わします。天然の砥石を使うと刃先の状態が自然に近い状態になるので、食材の刃当たりがいいということと切れ味が持続力が伸びるんです。使
使う人に合わせて細部を仕上げる広瀬さんの包丁。切れ味だけではなく、手に持った時の感覚まで計算されているのです。当然ですけども、出汁の引き方であったりとか、食材の良し悪しとか、料理する人の技量によって料理の美味しさが変わるのは当たり前なんですけれども、包丁の切れ味で変わるということも大きくありまして、お刺身を切ると切り口が美しくて見た目もいいし、ツヤがあります。角も立ちますから食感もいいですし。京都出身の広瀬さんは、もともとオーストラリアでスキューバダイビングのインストラクターや日本食レストランのスタッフとして働いていました。オーストラリアの人が美味しいと日本食を食べられてる姿を見て、日本の食文化とか伝統文化とか、そういう素晴らしいことに感銘を受けて、何かそういう食文化とか伝統文化に携わる仕事ができないかなと思い、京都に帰ってきて包丁屋さんの門を叩きました。その後16年もの間、包丁技術を学び、2010年に独立。包丁コーディネーターとして活動を始めました。広瀬さんは2019年にオープンした現在の店舗に厨房を併設。毎月包丁の研ぎ方を教えています。もちろん皆さんに研いでいただくという講座は当然ですけれども、その以前に道具に対する向き合い方、これがすごく大事なことで、そして今の時代に必要なことだと思って、研ぎ方だけにとどまらず道具に対する向き合い方もお伝えする、それが大きな意味があると思ってさせてもらってますけどね。一日終わる時に今日も一日包丁さんありがとうねぐらいの気持ちで、ちょっと道具に感謝を込めて心を寄せて同じ目線に立って見守ってるとね、なんかこの包丁使いやすいなってなるんですよ。それどういうことかというと、この道具が答えてくれてる証で、これをなじむっていうんですよ。包丁はただの刃物ではなくて、食生活を支えている大事な道具なんですよということを伝えることが一番意義があると思っておりますね。和食文化を支える包丁。広瀬さんはお店の厨房を使い、新たなアクションを起こしました。京都下京区で包丁店を営む包丁コーディネーターの広瀬浩二さん。2021年4月から京都の住屋旅館とコラボレーションし、お店の厨房で茶会席料理教室を始めました。お客さんに茶会席料理の作り方や作法を教えます。両腕を両方する手で、大きい方に小さい方かぶしてもらって、そうです。そして外へ置いておきます。そうです。茶会席というと、一般の方にはちょっと親しみにくい世界でかけ離れているところかもしれないですけども、茶の湯の世界を触れていただくという機会を私どもが提供して、そして茶会席料理ということは切るということがものすごく重んじられるんですね。均等に美しく美味しく包み込むように生かし切るというのが茶会席にものすごく重んじられるので、それは包丁ショップが提案する料理教室であると思ってさせていただきました。ちょっと違う形でお店のやってる茶会席を外で多くの人に知っていただけたらありがたいなと思いまして、今日のように喜んでいただけるっていうのはすごく嬉しいですよね。なんか自分がやってきたことが間違ってないなって改めて
実感できますよね。よそへ持って行ってさせてもらうの初めてですね。最初はびっくりしました。料理教室は数ありますけど、こうやって本格的なお茶会席を手に取るように皆さんにお伝えできるチャンスってなかなかないと思うので、有意義だったと思いますし、いいお話いただいたなと思って喜んでます。そうですね、今後の展望というのは、包丁の切れ味によって世の食生活を豊かにするということと、切れ味で料理の美味しさが変わるんだねっていうことを一人でも多くの方に発見していただいて気づいていただきたいと思います。包丁コーディネーター、広瀬浩二さん。包丁は単に何かを切るだけではなく、食材と人をつなぎ、食文化と人をつなぐ道具でありたい。広瀬さんの思いは未来へつながります。